皆さんこんにちは。今回はスレイヤーの特徴、魅力について映像とともに解説していきたいと思います。まずはスレイヤーの武器、ガンスラッシュの攻撃面です。ガンスラッシュは攻撃を当てることでギアゲージがたまります。ギアゲージがたまるほど威力やクリティカル率がアップします。ギアゲージ1につき威力 1% アップ、クリティカル率2ポイントアップ、消費 PP1% 軽減、攻撃時 PP 回復 2% アップの効果がつきます。ギアゲージは5まで上がるので高い状態で戦うことが理想的ですね。ギアゲージは最大値まで溜まるとオーバードライブを発動することができます。オーバードライブを発動すると最大30秒間威力は 110% に上昇し、消費 PP は 80% に抑えられます。PP 回復量は 150% まで上昇します。オーバードライブ発動中、任意のタイミングで強力なフィニッシュ攻撃を行うことができます。フィニッシュ攻撃を行うとオーバードライブは終了します。フィニッシュ攻撃を行わなくても30秒経過すると終了します。残り時間10秒でスキルアイコンの色が変わり、残り時間5秒でプレイヤー周囲のエフェクトが赤くなるので、忘れないようにフィニッシュ攻撃を発動しましょう。オーバードライブが終了するとギアゲージはリセットされます。アクティブスキルのアンニッシュレイズも強力です。専用のゲージをため発動すると強力な攻撃を行います。リキャストは15秒と短めです。ゲージがたまりました。アンニッシュレイズ発動後20秒間クリティカル率が5ポイント上昇します。強力でクリティカル率まで上げてくれる非常に強力なアクティブスキルです。リキャストタイム中に効率的にゲージを貯めてリキャストタイム終了と同時に使用したいですね。ガンスラッシュはこのギアゲージとアンニッシュレイジの管理が重要です。実はギアゲージの溜まる量、アンニッシュレイジのゲージが溜まる量はアクションによって大きく異なります。ギアゲージが最大でない場合はギアゲージを貯めるアクションを優先します。アンニッシュレイジは15秒ごとに実行できるようにアンニッシュレイジのゲージが溜まるアクションを挿入します。ギアゲージを大きく上げるアクションには武器アクションによるステップカウンターが上げられます。アンニッシュレイジのゲージを大きく上げるアクションには武器アクションによるステップカウンター、ステイリーティングレグルス、ムーブレーディングリゲル、ステイフローイングシリウス2段目、これらが上げられます。これらを意識することでアンニッシュレイジの加点を上げることができます。例えばステップカウンターで敵に飛び込みイーティングレグルスで距離を取る。アンニッシュレイジのゲージが一気に溜まるのでお気に入りです。敵の弱点より低い位置にいる場合はレーディングリゲルも効果的。上昇とゲージ獲得の一石二鳥です。ダウンしている時はステイ圧でフローイングシリウスを2段目までしっかり当てていきます。 PP 消費は多いですが強力な攻撃かつギアゲージもアンニッシュレイジもたまります。注意点として武器アクションによるステップカウンターではゲージはたまりますが PP はあまり回復しません。通常攻撃によるステップカウンターやスラッシュカウンターに切り替えたりスラップショットやチャージ通常攻撃を挟むことも必要になってきます。もしくはサブクラスをガンナーにすると PP が潤沢になります。ガンナーは攻撃時の PP 回復が多いのはご存知だと思います。実はさらにMGS バージョン2のアップデートでサブクラスでもステップ回避時に PP が20回復するようになりました。サブクラスをガンナーにすることで立ち回りが変化するかもしれませんので未使用の方は一度お試しで使ってみるのもおすすめです。ガンスラッシュの特徴として他の武器にはないスラッシュパスートとインアクションがあります。フィゲー中に通常攻撃ボタンを押すことで射撃で追撃します。スラッシュ途中にトリガーを引いて射撃するイメージでしょうか。メリットしかないので確実に出していきたいですね。操作が忙しくなりますがコンセプトは素敵ですよね。他にもスラッシュショットとインアクションもあります。2ゲー後に通常攻撃で出すことができます。
PA2 にパスとしてそのまま通常攻撃をし続けていれば出せるので簡単です。逆に出してしまうとキャンセルできず無防備なので、攻撃が来そうな場合は出さない選択ができるようになることが重要です。 PA には及びませんが、通常攻撃より強く TP も回復します。次はスレイヤーの防御面について。防御面としてはステップ回避と武器アクションが挙げられますが、武器アクションはステイとムーブで挙動が異なります。さらにそこからつなげるカウンターが通常攻撃と武器アクションの2種類用意されているため、カウンターが6種類と豊富です。ステップ回避から通常攻撃、ステップ回避から武器アクション、武器アクションパリーから通常攻撃、武器アクションパリーから武器アクション、武器アクションは移動と同時に行うとムービングスラッシュに変化します。ムービングスラッシュから通常攻撃、ムービングスラッシュから武器アクション。武器アクションはステイもムーブも攻撃を兼ねていてダメージが入ります。カウンター部分は通常攻撃で出すと射撃、武器アクションで出すとスラッシュですね。射撃は正確に当たりますし、武器アクションからのスラッシュも多少離れていても録音箇所に当たるためとても優秀です。ステップ回避からの武器アクションカウンターでは相手に飛びかかって切りつけます。移動手段としてもとても優れています。防御アクションの中ではムービングスラッシュの受付時間が長く、多少早めに出しても成功しやすいです。ムービングスラッシュに慣れてしまうとタイミングがいい加減になり、ステップ回避した時に失敗が多くなりがちです。たくさんあってどれを使いますか？ギアゲージやアンリッシュゲージを貯めたい場合はステップ回避から武器アクション、接近したい時もステップ回避から武器アクション、安全に長時間カウンターを続けたい場合は武器アクションから武器アクション、連続カウンターを狙う場合はムービングまたはステップで回避するカウンター、 TP 回復したい場合は通常攻撃でのカウンター、忙しさを楽しみたい時は武器アクションから通常攻撃でのカウンター。私はこんな感じで使い分けています。発動時に無敵時間のある PA もあります。リーピングレグルスはシールドエフェクトも発生し、発動直後は敵の攻撃を無効化できます。ステイの場合は後方へ移動するモーションとなっているため、距離を取る PA としても使えますね。HP も防御力も低いプレイヤーですが、PA モーションがキャンセルしやすい点や、武器アクションによるスラッシュカウンターはロングモーションかつ無敵、キャンセルも自由で使いやすいです。ロングモーションで落ち着いて敵の攻撃を見定め、次の攻撃をさばくことでスラッシュカウンターを繰り返すこともできます。防御アクションが取りやすいことは敵の攻撃にも対処しやすいことになりますので、被弾しにくさは高いとも言えますね。このようにスレイヤーはキャンセルしやすくて動きやすいですが、キャンセルしやすいとついつい同じタイミングでアクティブスキルや回復サインを使おうとしてしまいます。これらではキャンセルできないのでアクティブスキルが間に合わず被弾、これには注意が必要です。次はスレイヤーの機動性について触れていきたいと思います。スレイヤーは機動性が高く、突進攻撃は複数あります。チャージした通常攻撃後に武器アクションで突進して切りつけるチャージスラッシュ、ステップ回避した後の武器アクションによるステップカウンター、ゲージを貯めて発動するアンニッシュレイジも離れたところからでも突撃できます。PA のムーブシフティングスピカも対象に向かって突進します。離れる PA もあります。リーピングレグルスはステイ状態で出すと攻撃後後ろへ飛びのきます。自由に動けるのはフローイングシリウス。ムーブアーツとして出せば行きたい方向に回転切りしながら移動できます。高度を上げたり下げたりできるのはウェルビングリゲル。ムーブアーツでは回転して攻撃しながら上昇します。
ステイアーツでは地面を叩きつける攻撃で瞬時に効果します。短い PA、防御アクションでのキャンセルもしやすく、カウンターは選べて遠距離射撃も突進カウンターも可能。選択肢も多く、自由に俊敏に動き回れるクラスです。ここまで見てきたプレイヤーの特徴は全て魅力的なものばかりでした。遠距離攻撃も近距離攻撃も範囲攻撃もある。いろんなスタイルの戦い方ができそうですね。短い PA をつなげるコンボも楽しいし、離れる敵を追撃するのも楽しい。バリエーション豊かなカウンターも魅力的。忙しいけれど上達するにつれガンスラッシュの動きが馴染んでくる。上達するのがとても楽しいクラスでもあります。クリティカル率がアップしたり、クリティカルで PK が回復したり、クリティカルに特化したパッシブスキルも魅力的ですね。ぜひじっくり時間をかけてプレイヤー沼にはまってください。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。